それじゃあここからは本格的に内容を考えていこうか。ピカッと一等星のアイデア出しちゃおう。一体どんなライブなら受験生のみんなを元気づけられますかね。やっぱりアップテンポで盛り上がる曲を多めに入れるとかでしょうか。確かに一緒に体を動かしたりできたら気持ちも上がりそうですね。それならエールを送るような曲も良さそうね。みんなの背中を押せるように歌いたいわ。そうなると候補は結構ありますね。じゃあ各グループで相談して受験生たちを元気づけられる曲を選出してみるのはどうでしょう。いいんじゃない？私も賛成です。少し時間をとって話し合いましょうか。受験生たちを元気づけられる曲でライブをする。確かに普通に考えればそれが一番いいと思う。だけどなんだか引っかかる。前を向くことすら厳しい状況にある人たちかもしれません。ですが今年はそのテストの結果が悪かったこともあって焦りや落ち込みの空気が伝播してしまっていて。本当に今の考え方でいいのかな。あの子たちはそれで。はるかちゃん？あ、ごめん。ちょっと気になることがあるんだけど、うまくまとまらなくて。まずは一度話し合ってみよう。チアデさんのブライトアップデイ、ヒカリンさんのブラックホールとバイバイ。この流れでももジャンさんの曲が入ると熱い瀬戸りになりそうですね。確かに瀬戸りとしては悪くない。だけどやっぱり何かなんだろう。どうかしましたか？もやもやするっていうかうまく言えないんだけどちょっと違う気がして。その感じわかります。曲を選んでいた時も少し違和感があって。違和感って？もしかすると元気になってって押し付けてるような感じが少しするのかもしれないわね。確かにそうね。さっき様子を見て思ったけど、あの子たちは今ライブを楽しめる状態じゃないわ。そんな状態の子たちに元気になってって曲をこんなにやっても鬱陶しく感じちゃうんじゃないかしら。じゃあもっと気持ちに寄り添うような曲にしてみるとか？っていうかそもそもライブを楽しめる状態じゃないなら曲を変えても意味ないんじゃない？じゃあどうしたら？もしかするとライブにとらわれちゃダメなのかもしれない。え？私も出張ライブっていう名前に引っ張られていつの間にかライブをメインにした方がいいって思っちゃってたんだけど、みんなが言う通りそもそもライブを楽しめる状態じゃない子たちにライブは響かない。だから他のやり方を考える必要があるんだと思う。私たちの目的はライブをすることじゃなくてあの子たちが前を向けるように希望を届けることだから。なるほどね。確かにルールでは一つのイベントをやるって言われてるし、ライブ以外やってはいけないとは言われてない。ただ後で運営にも確認してみるけど、出張ライブっていう名前がついてる通りライブをやる必要はあると思うんだ。
それに私はやっぱりライブが一番みんなに希望を届けられるものだと思うから入れたいなって。そうですね。私たちも絶対やりたいです。ありがとう。それじゃあの子たちに前を向いてもらうためにできることをたくさん考えていこう。例えばだけど、まずはトークやゲーム企画をやってリラックスしてもらうとかね。それいいですね。私が生徒だったらすっごく嬉しいです。私も賛成ですが、そういうコーナーをやるとしてどれぐらいの時間入れるかは慎重に考えたいですね。コーナーを入れた分ライブの時間は減るので、他のチームに比べて最終企画でのアピールが弱くなる可能性もあります。それはそうだね。最後は視聴者投票になるし、視聴者のみんなにも楽しんでもらおうってなると、ライブを中心に組み立てていく方が安心ではあるよね。確かにライブを中心に考える方が安心ではありますが、私は何より希望を届けることを最優先に考えようという桐谷さんの考えに賛成です。有沢さんも言っていました。どんな場所でもどんな相手にでも希望を届けられる存在が真のアイドルだと。だからあの子たちに希望を届けるために何ができるかを第一に考えるべきです。私もそれには同意です。なのでその軸をぶらさずに時間配分に気をつけていければいいかと。ありがとうみんな。それじゃあもう一度初めから考えていこう。じゃあまずみんなの気持ちをほぐして元気づけるためにどんなことができるのかについて意見を集めていこうと思うんだけど、その前にまずイベントの尺を確認しよう。できるコーナー数も限られてると思うから。時間はだいたい2時間なんだよね。もともと受験前の決起会は2時間あって、そのことは受験生もご両親も入塾説明会の時に聞いてるから、時間を空ける用意もできてるみたい。その前提で考えると、ライブの時間を最小限にしてもできるコーナーは最大 4,5 個ってところかな。5個、それならいっぱいできそうだね。でもライブの時間も MC の時間もあるし、転換もあるでしょうから、1つ15分もできないんじゃない？それにたくさんコーナーができても難しいことには変わりないわ。そうね。あの子たちは私たちアイドルと過ごす時間より勉強する時間の方が欲しいでしょうし、もともとアイドルが好きな子たちだったりしたら盛り上がってくれるかもしれないけど、あの子たちがそうとは限らないものね。興味のないもののために時間を使われるのはきついだろうしね。早めに気持ちをつかんでおかないと。そうやって考えるとやっぱり難しいですね。だけどそれでもやるしかない。そういうところも踏まえてみんなでしっかり詰めていこう。じゃあここからはさっき言った通り具体的な話をしていこうと思うんだけど、その前に全員をシャッフルして何班かに分けようと思う。班？どうして？まずは子供の気持ちに詳しいメンバーを班のリーダーにして少人数で話し合った方がいいアイデアが集まるんじゃないかって思ったんだ。子供の気持ちに詳しいというと、リライトだとあかりが小学生の子に人気ですからわかるんじゃないかと思います。ちっちゃい子大好きだし任せて。ヒカリンもモールのイベントで人気だよ。一緒にビッグバーってやってるし。うちだと子供のファンが多いのは
較的って感じですけど、小さい兄弟もいるので少しわかると思います。ならうちは愛理ちゃんね。ハッピーエブリデイはちょっと昔のキャラだから子供に大人気とまでは言えないけど、でも小さい子たちを盛り上げるのは大得意よ。じゃあそれぞれ分かれてアイディアを出していこう。